最も簡単に効率よく作られる2気筒集塵機の作り方、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。2気筒での実証実験。2020年12月製造、現在使用中の3気筒集塵機です。これがゴミ詰まりサインです。赤く点灯すれば詰まっていることを示します。その時は必要以上にモーターに負荷がかかっています。つないである吸い込み口を2本とも開放しているので、最強で運転してみます。サインは出るでしょうか。以前にご紹介した通り3気筒にしたので出ませんね。今回これを使ってもう少しスリムに、しかも簡単に作れる方法にしてみます。計画内容は3気筒を1つ減らして2気筒にし、上下のチャンバーをなくします。それでも計算上ゴミ詰まりサインは出ない予定なのですが、結果 NG では困るので、これから1気筒を外して実証実験してみます。1気筒を外すので解体します。具体的には1気筒にエンドキャップをつけます。エルボを上に回転させてエンドキャップを取り付けています。このようなものです。カップリングやエルボの径に適合します。これで2気筒になりました。掃除機を再度取り付けます。準備完了です。それでは実験を開始します。ゴミ詰まりサインにご注目ください。サインはここです。回転は安定しましたが、出ないようですね。今しばらく観察しましょう。1気筒で最強にするとサインが出るのは経験済みです。エア漏れしていないか見てもらうためにエンドキャップを開けてみます。大丈夫のようですね。能力はあまり変わらないので、このまま進めます。計画図及び採寸寸法図。サイクロンユニットの採寸図です。実測しています。接続部材の寸法図です。作品はこれらの部品により実現可能です。25から40のカップリングです。これらを使って安価に実現できます。蓋の共通寸法図です。蓋補強板の指示座標を描いています。再度購入した蓋でバンド付き379円でした。既存のペール管にも適合します。ユニットの配置です。14.78 度傾けています。下段配管はユニットを 14.78 度回転させたので、中心より18ミリずれています。上段配管もユニット回転のため変身していて、45度の R もついています。
この45度 R を回避しようとするとこのようになります。好みの問題ですが、これよりも先ほどの方が良いのではないでしょうか。14.78 度回転させないとどのようになるかチェックしてみます。14.78 度回転を戻します。この位置だと Y 分岐に配管がつながりませんので、ユニットの距離を開きます。いっぱいに広げてもサポートが障壁になってつながらないことが分かります。あともう少し開くことができればつながるのですが、ギリギリで NG です。結局これを回避するためにはユニットを回転させるしかないようです。シンメトリーにこだわる方はこのような方法もあります。具体的な方法と実例は次回作品でご確認ください。上段配管に VP30 の45度エルボを使う方法を説明します。上段配管に45度エルボを使った図に変えてみます。蛇腹を使うよりこの方が良いという方はお試しください。技量のある方は VP30 を炙って45度を作るのも一つの方法です。上段配管を4通り説明しました。これら以外の独自パターンでも OK です。各位置座標です。サポート位置は設置してから描くのがベストです。ユニットの立面詳細です。下段配管を重ねてみます。下段配管です。上段配管も重ねます。上段配管です。2面から最長部サポートまで100です。サポートです。 VP30 の円尾サドルをL金具で固定します。この計画で作業を進めます。使用部品の説明。接続部材です。最低これだけ必要です。これはカウスです。洗濯機、排水ホースエンド名で販売しています。このホースに適合しますが、口元はしっかり接着した方が良いでしょう。前回紹介した各台の洗濯機、排水延長ホースに付属もしています。当然ですがぴったり適合します。もちろんグレー色もあります。これは各台の排水用 Y 分岐です。メーカーによって長さが違います。これも適合しますが、同じく接着した方が良いでしょう。VP30 の単管です。VP30 のカップリングです。VP25 のカップリングです。30のカップリングにぴったり入ります。もちろんこの VP25 のエルボにもこのように同様です。これらを使って基本形を組んでみます。30の単管を刺します。 Y 分岐には30がぴったり入ります。入りが短いのでこれも口元は接着した方が良いでしょう。もう一方も同じように作ります。カップリングとエルボをつければ掃除機接続側の完成です。あとはこの長さを調節するだけです。
配管の方向を見栄え良くするためにはもう一工夫必要です。図面のように片側に45度の角度をつけなくてはなりません。 VP30 と排水管の接続はうまくできないので先ほどのカウスを使います。排水管を刺して長さを決めます。決めた長さでカウスを差し込みエルボと接続します。この接続長さはカップリングの長さとほぼ同じです。排水管は接着しますがエルボ側は接着せずともエア漏れはありません。この蛇腹は後ほどグレーに変えます。一方吸い込み側ですがユニットの口元にテープを巻いて VP30 と接続します。これで掃除機側も吸い込み側も簡単に加工ができますね。あとは見栄えは大事ですから自分の好みでアレンジしてみてください。この作品を実現するにはユニットをできるだけ正確にプロットしてください。加工と製作。テール管の蓋と蓋補強板にシールを貼り付けた出来型状況です。80ファイのホルソーで穴を開けています。鉄板は薄いですが頑丈です。穴が開きました。ステンレス用なのでバイメタルよりよく切れます。穴の針を取りました。これから補強板を閉じ込みます。閉じ込むのでシールを剥ぎます。 MDF の表面に1ミリの乳白色塩ビパネルを接着してから穴を開けました。見切りをつけるため3ミリのゴム板でスペースを作って蓋を閉じ込みます。できました。エア漏れ防止にゴム板を当てて接着しました。今回も3気筒に使ったエア漏れ防止ゴム板を作りました。周りに3ミリ H9 ミリのゴム板を貼り付けて見切りにしました。ユニットのサポート穴は実際に据え付けてから毛がいて開けます。ユニットの口元にテープを巻いて VP30 と Y 分岐をあらかじめ接続します。ユニットを据えてからでは Y 分岐角度のためにパイプを接続できません。ユニットを取り付けます。 VP30 は 32L で Y 分岐側は接着します。取り付け穴が合っているのが分かります。サポート穴は 5mm、 取り付け穴は 6mm です。 Y 分岐の角度を見ながらボルトを取り付けていきます。ナットを取り付けて締め付けたら下段の完成です。ユニット側にゴムをつけているので裏側はゴム板を当てていません。下段側が終わりました。接続口を図面寸法に合わせています。経験上ユニットの口元はテーピングでエア漏れはありません。ユニット側のパイプ飲み込みは 14mm、 Y 分岐側は 5mm でこちらは接着です。こちらのユニットの口元も下段同様テーピングで接続です。さて上段配管をやってみましょう。組み立てていくだけなので簡単です。
上段配管の蛇腹タイプです。 VP3049L です。カップリング側の飲み込みは 12mm、 Y 分岐側は 5mm です。カウスはわざわざ購入するのももったいないのでメタリック塗装しました。蛇腹は 70L です。両面とも接着します。配管は両面とも接着します。取り付けます。カウスやカップリング、エルボにはテーパーがついているので接着しません。口元はテーピングしたのでがっちり食い込んでいます。できました。これから45度エルボタイプを作ってみます。図面通りにするためにはエルボを 5mm、 カップリングを 8mm 短くします。切らないと口元は上を向きません。下にしない方は詰めなくても良いでしょう。こんな感じです。 Y 分岐とエルボの先端は 3mm 開けます。この穴はトリマーを使ったので必要でしたが蓋には開いていません。なので短いビスを打ち込んで化粧しようと思います。作ろうと思う方は上段はどのタイプにするか好みで選択してください。下段配管はゴム板のスペーサーを使い、上段は L 金具のサポートで指示します。分岐方法は T 管、チーズもありますが吸い込みロスが大きいです。出来型と動作の確認。完成しました。チャンバがなくなって少しはすっきりしたでしょうか。関係はユニットまで 30mm ですので吸気ロスはだいぶ軽減されているでしょう。名付けて2気筒集塵機スケルトンタイプではどうでしょう。それでは実証実験を開始します。音の変化も合わせてご確認ください。関係が太くなったせいなのかホースが揺れませんね。近日中にノリで4気筒集塵機を出す予定です。ご期待ください。ご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。